こんにちは、チュンと申します。今回は魔法猫60点講座ということでやっていきたいと思います。初心者さん向けに魔法猫を使って耳直後から無限試練、カロスまでを楽しく遊ぶガイドをお届けします。魔法猫は RO 初心者にとってとても扱いやすい職業。耳からのステップアップにもぴったりで、パーティーでも活躍できます。60点の難易度が低く、金策力は高めで、初心者におすすめの職業です。低予算で始められるので、こだわりがなければ、魔法猫か物理猫を選びましょう。キーワードは、高速移動、高耐久、金策、低予算。とにかく使いやすくてコスパが良い。そんな魔法猫、マネコの魅力を紹介していきます。まずはスキル紹介。うずく丸は、6秒間、被ダメージを 80% カットする超強力な防御スキルです。スキルやアイテムが使用可能なので、うずく丸をしながら攻撃をします。ただし、ノックバックされると解除される点には注意。ニャンジャンプは、14セル先まで瞬間移動できる高速移動スキル。なお、移動後にスキルやクリック移動をしないと、NPC と話せないので気をつけましょう。犬ハッカメテオは、無属性の範囲魔法攻撃です。連打することで火力が上がり、ヒット数が多いため様々な効果が発動します。ただし、威力が立ち上がるまでに時間がかかり、雑魚処理も少し時間がかかります。またタビランスは、5属性の単体魔法。特にボスへのとどめに有効で、遠くの敵も狙えます。属性を間違えるとダメージが下がったり、倒せなかったりします。敵の属性をしっかり把握しましょう。では、ここでこれらのスキルを使った魔法猫の戦い方の基本を動画で見てみましょう。このように、ニャンジャンプで敵に近づき、うずくまってから犬ハッカの雨を降らせ、とどめにまたタビランスを投げるのが基本戦略となります。次に、優秀な支援スキルを見ていきましょう。大トロは、HP を割合で回復する便利スキル。レベル4が推奨。レベル5はクールタイムが長くなるので使いにくく、推奨です。マグロシールドは、HP に応じてバリアを付与し、受けるダメージを大幅に軽減。猫の防御力を支える、頼れるスキルです。魔法猫には、プラント型と海ハッカ型のビルドがあります。プラント型は攻撃に特化していて、安価に火力を出せる反面、耐久力はやや劣ります。海ハッカ型は防御力に優れ、壁役にもなれる安定ビルド。今回の60点講座では、このプラント型を対象としています。より早く、安い予算で強敵を倒すことができるからです。プラント型には、スピ反転職用にプラントスキルを全て取るパターンと、最低限のプラントスキルに抑えてマグロシールドを取るパターンがあります。どちらでも問題ありません。簡単に魔法型スピリットハンドラーも紹介します。転職することで、犬ハッカメテオが無属性から6属性に変化可能。ディア・ブリースによって火力の立ち上がりも早くなり、海スキルも多く取れるようになります。これにより、パーティー支援も可能になります。魔法猫の弱点を補ってくれる、非常に強力な上位色です。動画の尺の都合上、魔法スピハンの詳細は別の動画で解説予定です。では、魔法猫ビルドのポイントを説明します。犬ハッカメテオを連打するには、ディレイカット 100% 以上、ASPD193、無影響が必要です。うずく丸が解除されないよう、ノックバック無効も重要。なお、ノックバック無効がない場合は壁に隣接して戦いましょう。大トロやマグロシールドの快適使用には、固定栄唱カットと栄唱妨害負荷が必須です。魔法猫におすすめのエンチャントはこちら。真理の解放はセット効果が強力で、威力が大幅に上がり、完全回避もつきます。潜在覚醒犬ハッカメテオは火力と SP 消費の両方を改善。極限の魔力は SP がぐんぐん回復し、スキル使用がとても快適になります。暴走した魔力は火力特化。ただし、SP 消費が重いので、極限の魔力を導入できるまでは杖の付け替えをして対応しましょう。またタビランスの潜在覚醒は威力を大幅に上げてくれて、ボス戦で活躍します。それでは、
装備解説に入ります。と、その前に、強い装備は当然、高額です。購入するためには金策が必要となります。金策の主な方法は4つ。まずはイベントで稼ぐ方法。次に、パッケを公式から購入し、露店で売る方法。そして、日課や MD 集会で安定収入とレアドロップをバランスよく狙う方法。最後にハロス MD のパーティーに参加することです。初心者さんが見逃しやすいのはイベント金策です。イベントの中身を把握するのはとても大変です。でも、多く稼げるものや、強力なゲーム内アイテムが手に入るものが多いです。ぜひ挑戦してください。ハロスへの参加は、ハードルが高く感じるでしょうが、多く稼げます。ハロスに参加しやすくなるよう、私のディスコードコミュニティ、BOR では、様々な施策を行う予定です。お楽しみに。金策については、別動画で詳しく紹介する予定です。では、改めて装備解説します。装備解説はステップ1から3の3段階です。ステップ1は無影将に近づけつつ、攻撃速度を上げて、またたびランスを主軸に戦います。英雄の痕跡 MD を中心に金策を頑張りましょう。ステップ2で犬ハッカメテオが連打できるようになり、威力が上がって SP が持続するようになってきます。魔人伝が攻略できるようになり、金銭効率が大幅アップ。ステップ3は火力がぐんぐん上がります。無限試練の盗聴が狙えるほどに成長します。ステップ4以降も動画を作成する予定ですので、お楽しみに。では、ステップ1の装備解説を始めます。耳で手に入るメロンフォックステイル。序盤で手に入る武器としては破格の性能をしています。この武器を有効活用し、ステップアップしていきましょう。なお、マネコは SP が枯渇しやすいので、暴走した魔力を常時使用するのは難しいです。ですので、持ち替え用の覇王じゃらしももらう必要があります。結果、2体の猫を耳にするのがおすすめです。暴走1本でも 3% 材をたくさん使えば遊べますので、心配しないでください。次に無影将と攻撃速度を確保すべく、装備を強化していきます。プレミアメロンヘッドホン、ラーバレザースーツでステータスを上げ、無影将に近づけます。次に、ミステリーウィング、カニバラウスカードを導入します。攻撃速度が大幅に上がります。詠唱速度を短縮と攻撃速度の上昇で、ニャンジャンプの移動速度が大きく上がります。またたびランスが連打できるようになります。この装備だと無影将に若干ステが不足しますので、手紙支援や高級アジお守りのブレスゴも検討してください。これらに追加で、ボス耐性 40% が取れるアビスシールドも導入します。DPS はおよそ750キロ、パー行。まずはこの装備で英雄の痕跡 MD を周回してみましょう。なお、暴走の魔力が発動すれば犬ハッカも撃てます。強敵と戦うときは使ってみてください。では、ステップ2に向けた装備の紹介です。犬ハッカをメインとして使えるよう強化していきます。最初の装備はプラス8スターリースカイツインプライム。500メガと少し高額です。なお、プラス8を推奨していますが、プラス7の真理の解放エンチャント付きが安く売っていたらチャンスです。買っちゃいましょう。ステータスがアップし、無影将に大きく近づきます。真理の解放によって発動時に威力が大幅にアップします。真理の解放は多くの装備とセット効果があり、装備の組み合わせを楽しめます。次の装備はプラス7アウェイキングブルーム。エンチャントは潜在覚醒犬ハッカメテオ。これで犬ハッカメテオの威力が大幅に上がります。また、真理の解放とのセット効果で SP 消費が大幅に楽になります。こちらも同様に、プラス7で潜在覚醒またたびランスがついたものを安く買えたらラッキーです。カードは変貌カー率を指しましょう。これで攻撃面は大きく進歩しました。次に、防御面を強化しましょう。プラス7フェアリー・オブ・エデンです。ノックバック無効がついています。壁際で戦う必要がなくなり、ボス戦が快適となります。プラス8にするとエナジーコートが使用できるようになり、ボス戦で有効です。これらの装備を組み合わせたステップ2がこちら。
DPS は 7.3 メガとなり、魔人伝の攻略も可能になります。鎧はラーバレザースーツを使ってもいいですし、水上の必須装備である司祭のローブにエンチャントしたものを使っても良いです。ステータスが不足する場合はブレス語か手紙支援で補いましょう。では、この動画の最後となるステップ3です。犬ハッカメテオの威力がぐんぐん上がります。まず、無影将を実現するためにプラス7シンボルオブエデンを導入します。ホドレムリンカードを刺しましょう。お金に余裕があれば、アリス刺しの2個目も検討。次に、下段を強化します。八家の封呪。攻撃速度とダメージが大きくアップします。栄称妨害負荷がエンチャントされたものが買えると良いのですが、なしでも構いません。エンチャントの理想は栄称妨害負荷、MDEF6、イント2なのですが売り物少ないです。ですので、栄称妨害負荷がついてさえいれば問題ありません。火力アップの大本命です。神羅万象の指輪。マネコが長くお世話になる強力なアイテムです。無属性ダメが大幅に上がり、犬ハッカの威力がえらいことになります。また、風ランスの威力アップも大きな助けとなります。そして、固定栄称が 70% となり、大トロやマグロシールドが快適になります。もっと力を。そう、アクセに世界カードを刺しましょう。犬ハッカメテオの威力がさらに上がり、ハイドしている敵が見えるようになります。精錬値によるダメージアップ効果はありますが、装備更新がしやすいよう、長く使う神羅万象の指輪に刺すのがおすすめです。これがステップ3の姿です。DPS は驚異の26メガ、敵と戦うことが楽しくなりますよ。装備総額が 2.1 ギガです。安くはありませんが、他色に比べると安い方です。なお、鎧はプラス7のレクイエスカトインパーケ、スクリーミングゴーストパーティ、オフマナフ、クロムメタルプレートのいずれかから自由選択です。レクイエスカトインパーケが最もおすすめです。ステップ3でベースとなる火力は手に入りました。ここからコンテンツごとの攻略が必要となります。ぜひ、無限試練にチャレンジしてください。無限試練は D バ武器を売ることで安定収入が手に入り、ボスと何度も戦闘できるため MVP カードをゲットしやすいです。ただ、攻略するためには個別の対策が必要となります。無限試練で必要となる対策はこちら。魔法反射には生属性装備やアディクションプランツで引っかく戦法。マックスペインは念鎧、エナジーコート、うずくまるで反射ダメージを軽減しながら 3% 回復剤を連打。強力な攻撃を使ってくるボスにはうずくまるに加えてエナジーコートで耐えましょう。終盤に非属性攻撃が痛いボスがいますので、肩をムスペルスコールカードにしたり、サブの火鎧の導入を検討します。無限試練がクリアできるようになると、プレイヤースキルも大きく上がりますし、敵の動きや特性、テクスキルにも詳しくなります。ぜひ無限試練で遊んでみてください。無限試練は別途、攻略動画を出す予定です。最後にまとめます。魔法猫は、低予算でも着実に強くなれる初心者向けの有料職です。金策にも優れ、移動速度が速く、パーティー支援も可能。無限試練やハロスにも対応できる万能タイプ。耳直後から楽しく遊べる、最高の入門職です。いかがでしょうか。魔法猫、楽しそう、と思った方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。このチャンネルでは、みんなで攻略をシェアして、RO をより楽しく遊べる場にしていきたいと考えています。こんな方法もあるよ、という情報があれば、ぜひコメントで教えてください。